はい、では、消毒が発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、今日は Automatically Generating Types by Running Test というタイトルで発表します。消徳と申します。GitHub では新速というハンドルネームで活動しています。タイミーとモブの2社に所属しています。週5日はタイミーで社員として働いていて、月20時間ほどモブで業務委託として働いています。表参道 RB と浅草橋 RBS などによく参加しています。さて、トークの本題です。私はテストを実行して型宣言を自動的に生成する GEM の開発に取り組んでいます。GEM ファイルに GEM を追加してテストを実行して、それだけで全てのメソッドに型宣言を生成できることを目標として取り組んでいます。今日のトークで話す内容はこちらの3つです。まず、私が開発している RBS トレースの紹介をします。次に、その RBS トレースの実装や開発時に起きた問題について紹介します。最後に、RBS トレースの今後の展望などについて話をします。まず RBS トレースですが、すでに GitHub で公開していて、RubyGems でも公開しています。つまり、誰でも今日から使うことができます。GEM が提供する API はとてもシンプルです。トレースを有効にした後、メソッドを呼び出すと、実行されたメソッドの引数と戻り値のクラス情報、クラス名、型情報を記録します。トレースを止めてから、セーブコメンツメソッドを呼び出します。これを呼ぶと、実際に Ruby のコードに自動的に RBS のコメントを挿入します。RSpec で使う場合、スペックヘルパーに設定を追加します。テストの実行前にトレースを有効化して、テストの実行後にトレースを止めてから RBS コメントを挿入する処理を追加しています。ミニテストで設定する場合も、ほぼ同じような設定を追加すれば同様に動きます。設定を追加して、いつも通りテストを実行していただくと、あとは RBS トレースが勝手に生成した型宣言を Ruby のコードに挿入してくれます。基本的な使い方は本当にこれだけです。次に、ここに挙げた疑問点、多分皆さんが思い浮かぶような疑問点をいくつか考えてきました。まず、テストから型生成をするっていうのはどういうことなのかについて話をします。次に、じゃあ、Rails アプリで実用的に動くのかって多分皆さん興味があると思うので、そこについてお話しします。そして、パフォーマンスについて、型情報を収集するって重くないのかって気になると思うので、そこについて紹介します。RBS トレースでは、テストから型宣言を生成するため、テストと型宣言は基本的に一致します。テストがなければ型宣言は生成されません。テストが足りなければ型宣言も不足した状態になります。そしてテストが間違っていれば型も誤った型宣言が生成されてしまいます。これらを具体的なコード例を交えて紹介します。例えば、foo メソッドのテストのみ存在していて、bar メソッドのテストがなければ、bar メソッドの型宣言は生成されません。テストケースで引数にインテジャーを渡している場合、生成される型宣言はもちろんインテジャーになります。この実装の場合、引数に文字列を渡しても動くのですが、テストケースがないため、型宣言はインテジャーのみになります。もちろん、引数にストリングを渡すテストケースがあれば、インテジャーとストリングのユニオンタイプとして型宣言が生成されます。テストケースが誤っている場合、誤った型宣言が生成されてしまいます。この例だと、イニシャライズメソッドに文字列が渡されることを期待していたとしていますが、テストケースで nil を渡しているため、生成された引数の型宣言は nil になっています。次は、Rails アプリで実際に動作するのかどうかについてです。RBS トレースでは、Redmine と Mastodon の2つを使って動作確認をしています。この2つの Rails アプリに RBS トレースを入れて、すべてのテストを実行し、RBS コメントを挿入できることを確認しています。
自動生成された型が正しいのかどうか、これは全てをチェックしきれていないのですが、私の目で確認した限り、おおむね正しそうな型宣言が生成されているように見えました。実際に多分皆さんも気になると思うので、自動生成された型宣言を確認できるように、リポジトリをフォークして、プルリクエストを用意しました。このトークの後、ぜひ皆さんの目で生成された型宣言を確認してみてください。そして、もし何か問題があったら、ぜひイシューで報告してもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。最後に、パフォーマンスについてです。テストの実行時に型情報を収集するため、どうしてもテストは遅くなってしまいます。ローカルマシン、私の PC で、レッドマインとマストドンのすべてのテストを実行した時間を調べてみました。レッドマインでは、bin Rails テストを実行しただけです。マストドンでは、並列テストのライブラリであるフラットウェアというものが使われていたので、並列で全てのテストを実行しています。計測した結果はこの表の通りです。それぞれ 5.4 倍、3.8 倍と遅くなっていました。次に、所属企業であるタイミーと Mob の Rails アプリでも同様に調べてみました。こちらはローカルマシンではなく、GitHub Actions を使っている CA の環境でのテストを実行した結果になります。RBS トレースを入れて、型情報を収集した状態でテストを実行した結果、どちらも 1.5 倍程度の遅さになっていました。もちろん見ていただいた通り、テストの実行時間は遅くなります。ただ、RBS トレースは型宣言を生成するために一度だけ実行すれば十分なので、この程度のパフォーマンス低下であれば許容できるのではないでしょうかと私は思っています。RBS トレースの使い方と3つの疑問について説明していきました。もし他に疑問があれば、このトークの後にぜひ私に質問してみてください。ここからは RBS トレースの設計や開発中に遭遇した問題について紹介します。RBS トレースの中身の設計は以下の通りです。メソッドの引数と戻り値のクラス名を記録します。この記録する処理をすべてのメソッド呼び出しに対して実行します。型情報をメソッド定義の上に RBS コメントとして挿入します。このすべてのメソッド呼び出しで処理を実行したい場合、Ruby ではトレースポイントというライブラリが使えます。トレースポイントの動作について説明します。メソッド呼び出しに対して処理を実行する場合、トレースメソッドにコールを指定します。ユーザー new を実行すると、本来はイニシャライズメソッドが呼ばれます。ですが、その前にトレースポイントの処理が実行されます。この処理が終わった後に、イニシャライズメソッドの処理が実行されます。トレースポイントでは、ブロック引数 TP からクラス、メソッド名、引数名などの情報を取得できます。ただし、このブロックのスコープから引数のファーストネーム、ラストネームにはアクセスできません。引数の値を取得するには少し工夫が必要です。引数の中身を参照するためには、ブロック引数 TP からバインディングを取得して、ローカルバリアブルゲットメソッドを使う必要があります。これで引数ファーストネームに渡されたのが、ゆきひろという文字列であって、クラスがストリングだということが取得できます。メソッドの戻り値では、トレースメソッドにリターンを指定します。
カルキュレーターのサム2を実行すると、今度はメソッドを実行した後にトレースポイントのブロックが実行されます。元リ値の値はブロック引数 TP のリターンバリューメソッドで取得できます。これで戻り値の値が3でインテジャーというクラスが取得できました。とても簡単ですよね。これで引数と戻り値のクラスを取得する方法が分かったので、ジェムが作れそうでした。実際に作って、レッドマインとマストドンで私は動作確認をしてみました。RB ストレースの最初の実装では、いくつか動作確認したタイミングで問題が起きました。一部でクラスメソッドの呼び出しができないケースがありました。ノーメソッドエラーが起きていました。また、アクティブレコードのリレーションのクラス名が、すべてアクティブレコードコロンコロンリレーションのクラスになっていて、クラス名が入っていないリレーションクラスになっていました。そして、ボイドタイプや並列テストに対応できていませんでした。それぞれの問題の詳細や対応方法について説明していきます。レッドマインにはベーシックオブジェクトを継承したクラスが存在しました。ベーシックオブジェクトにはクラスメソッドが存在しないため、クラスメソッドを呼ぶとノーメソッドエラーが起きてしまいます。この問題に対して私はアンバウンドメソッドを使って解決しました。インスタンスメソッドというメソッドを使ってクラスメソッドのアンバウンドメソッドを取得します。そしてバインドコールメソッドを使うことでベーシックオブジェクトを継承したクラスを使っていた場合でもクラス名を取得できるようになりました。次はアクティブレコードリレーションについてです。コード例のようにユーザークラスのリレーションに対してドットクラスドットネームを実行するとアクティブレコードコロンコロンリレーションというクラス名が返ってきます。ただユーザークラスのリレーションの場合は 2S した時の戻り値のようにユーザーコロンコロンアクティブレコードアンダースコアリレーション、こちらのクラスが返ってきてほしいです。この問題の原因はクラスのネームメソッドがアクティブレコードで上書きされているためです。通常のクラスはモジュールのネームメソッドが使われています。しかしアクティブレコードのリレーションではアクティブレコードが定義しているネームメソッドが使われています。この問題も先ほどと同じアンバウンドメソッドで解決しました。クラスのネームメソッドからアンバウンドメソッドを取得してバインドコールを使用します。これでユーザークラスの名前が含まれているアクティブレコードリレーションのクラス名が取得できました。つまりクラス名を確実に得るためにはこのようなコードを書く必要があります。クラスメソッドとネームメソッドどちらもアンバウンドメソッドを取得して、直接ドットクラス、ドットネームを呼ばずに、バインドコールを使ってクラス名を取得する必要がありました。次は、ボイド型についてです。まずは、RBS のボイド型について説明します。この例では、セットパスワードの戻り値の型はストリングになっています。しかし、呼び出し元で戻り値が使われていません。このような場合、RBS ではストリングではなく、ボイドを指定したいです。戻り値が呼び出し元で使われているかどうか、この情報はトレースポイントでは判別できないため、別の方法を使う必要があります。Ruby では呼び出し元をコーラーロケーションズメソッドで取得することができます。トレースポイントとコーラーロケーションズメソッドを一緒に使った時の挙動を説明します。foo メソッドを実行すると、本来はfoo メソッドが動くのですが、その前にトレースポイントの処理が実行されます。
この時、コーラーロケーションズの値には3行目と13行目という行数が入っています。トレースポイントの処理が終わると、本来のfooメソッドが実行されます。そして、barメソッドが呼ばれます。で、ここでまたbarメソッドの呼び出し前にトレースポイントの処理が動きます。この時点のコーラーロケーションズには6行目、3行目、13行目が入っています。そしてトレースポイントの処理が終わってbarメソッドの処理が実行されます。コーラーロケーションズの配列の1つ目の要素にメソッドの定義値、2つ目のメソッドの呼び出し元が、2つ目の要素にメソッドの呼び出し元の情報が入っています。これでメソッドの呼び出し元のファイル名が取得できました。次は呼び出し元のファイルでメソッドの戻り値がどのように使われているかを Prism というライブラリでパースします。Prism は Ruby ファイルを解析するためのライブラリです。RBS トレースではボイド型をこの2つの条件で判断しています。1つ目は def キーワードの直下にあるメソッド呼び出しであること。2つ目はただし最後のメソッド呼び出しではないことです。Ruby ではメソッドの最後に評価された値がそのメソッドの戻る値として使われるため、この例でいう buzz はボイド型にはなりません。左のコードをプリズムでパースすると、右のようなツリー構造のデータを取得することができます。プリズムでノードを一つずつ探索します。メソッド呼び出しを表すコールノードでボイドの判定を行います。一つ上がステートメントノード、二つ上がデフノードなので、これはfooメソッドはデフキーワード直下で呼ばれたメソッドだと判定できます。そして最後のノードではないので、fooの戻り値の型はボイド型です。bar も同様の理由でボイド型になります。buzz はコールノードですが、最後のノードなので、ボイド型にはなりません。このようにプリズムの解析処理とトレースポイントを組み合わせることで、ボイド型に対応しました。最後は並列テストです。先ほど話したように、マストドンでは並列テストを使用していました。RBS トレースの初期実装では、並列テストに対応していなかったので、対応する必要がありました。まず、並列テストで動作しない理由について説明します。並列でテストを実行した場合、最初に終わったテストが Ruby ファイルに型宣言を挿入します。テスト1の実行結果で、ユーザーのfooメソッドの型がインテジャーボイドだと記録されて Ruby ファイルにコメントとして挿入されています。次にテスト2の実行結果でfooメソッドの型の引数がストリングだと記録されています。しかし Ruby ファイルに RBS コメントがすでに存在するため、新しい型の情報は挿入されません。RBS トレースは RBS コメントがすでにある場合、コメントを挿入しない実装になっているためです。並列テストに対応するための方法を考えてみました。まず、並列テストで集めた型情報を RBS ファイルとして保存します。次に RBS ファイルをマージして一つの RBS ファイルを作ります。最後に RBS ファイルから型情報を読み込んで Ruby ファイルに RBS コメントとして挿入します。この仕組みを実現するために追加した機能はこの3つです。RBS ファイルを保存する Save Files メソッド、RBS ファイルをマージする RBS トレースマージコマンド、そして RBS ファイルを使って RBS コメントを挿入する RBS トレースインラインコマンドです。
並列テストで RBS トレースを使う方法を説明します。Save Files メソッドで RBS ファイルを保存するディレクトリを指定します。保存ディレクトリは tempsig1、tempsig-2 など、並列テストに対応したディレクトリ名になるように設定します。そして並列テストを実行します。テスト実行後に RBS ファイルが作成されるので、マージコマンドで一つにします。この例では temp-sra、sig-sra、merged.rbs ファイルに出力しています。最後に作成した merged.rbs ファイルを使って Ruby ファイルに RBS コメントを挿入します。これで並列テストを使っているユースケースでも RBS トレースを使うことができるようになりました。並列テストに対応したことで GitHub Actions などの CI で RBS ファイルを生成することも可能になりました。CI でテストを全件実行し、生成された RBS ファイルを CI で保存します。この保存した RBS ファイルをダウンロードして、ローカルでマージコマンドとインラインコマンドを使います。この方法ならローカルで全テストを実行しなくても RBS コメントを Ruby のコードに全て挿入することができます。RBS トレースが完成するまでに起きた問題や解決方法、実装について紹介していきました。最後に今後の展望について話します。RBS トレースの主要な機能は実装できましたが、まだ改善したい点はいくつかあります。特に GEM-RBS コレクションに RBS が存在しない GEM に対してトレースポイントを使って自動的に RBS を生成する方法がないのかについて考えています。今後も RBS を使いやすくするため、RBS トレースに限らず、RBS のコミュニティに対して何かしら改善活動を続けていきたいと思っています。まとめです。RBS トレースは実際の Rails アプリで問題なく動くので、ぜひ使用してみてください。また、今回のトークで構成の都合で話せなかった面白い実装などもいくつかあるので、ぜひ GitHub でコードを読んでみてください。ご清聴ありがとうございました。